本当にもぬけの殻なんだぜ。粉雪、こっちに大舞台の移動した跡があるのら。これだけの大部隊をどうやって気づかれずに動かしたんだぜ。うちの偵察部隊は何してたんだぜ。軒猿の警戒が厳しくて物見も草も近寄れないって言ってたのら。多分新田健介じゃなくてこっちを隠すのが目的だったのら。敵ながらあっぱれな撤収なんだぜ。とにかくトトたちも急ぐのら。長尾が向かうとしたら行き先は。ああ、作戦失敗のかぶら屋を放って急いで山を下るんだぜ。あたいに遅れを取るな。親方様、今行くのら。そろそろ突入した頃合いですな。それにしては随分と静かでやがりますが。やはりこちらの奇襲は読まれておりましたか。出撃準備は万端整えてござる。親方様、物見からこちらに接近する大軍を発見したとのこと。旗印を隠し奇襲の構え。分かった。親方様、ここは切にお任せを。向こうの奇襲を食い止めるだけなればあれはまだ温存すべきでしょう。なら任せる。ただ今は矢戦のみ。一切承知。初撃を受け止めたら十分に距離を取り時間を稼ぎましょう。春日、こたびの戦は兵を温存することが第一であがります。夕霧も手を貸すであがりますよ。天球様もご一緒とは心強い。であれば者ども出会え。天球様と馬場美濃守信房出撃するぞ。久しぶりの圭介の匂いなの。久しぶりなんだから圭介は我慢するの。いいなあ。あれ、知らない子なの。圭介、この子誰なの？武田逍遥剣信方と申します。通称は薫ですから、薫とお呼びしてください、マリ様。だってマリ様って今川彦五郎様だよ。正式の官位として自分の太夫をいただいてて正吾位の方だよ、お兄ちゃん。官位があってもマリはもう浪人だから別に偉くもなんともないの。だからマリって呼んでほしいの。でもじゃあ、マリちゃんって呼んでいいですか？じゃあマリもカオルって呼ぶの。健介様、かぶれ矢が放たれました。かぶら屋が一本。奇襲失敗ですね。こちらの草は気づかなかったのでしょうか。おそらく向こうの軒猿の警戒が厳重だったのは長尾勢の下山を悟らせぬようにする意味もあったかと。先行します。わかったの。
手紙が来たの。健介がミクにお願いしてたでしょ、あのお手紙のお返事。ミク様に渡した手紙ですか。小夜叉さんは？小夜叉ちゃんもミクの使者が出て少しして葵ちゃんとミノに帰ったの。松平衆を率いて越前を抜けたんだって。そっちでも葵ちゃんのお礼のお手紙と一緒にクオンのお手紙も届いたの。越前の手前の飛騨は今は武田の勢力圏です。ミク様の越中攻めが成功していれば越後、クオン様の越前攻めが成功していれば美濃に下っていたと思いますが。殿さんと一緒に越前突破とかいいな。あやなもそっちが良かったです。小夜叉ずるいです。ちょっとあやな、私たちには健介様をお守りする役目があるでしょ。それはそうですけど、暴れたいです。でもね、最初に川中島に出陣するって決めたのは健介がひかりちゃんと祝言あげたっていう連絡が。しかもこんなまとめての連発など。ご主人様、お待ちください。見つけました。長尾勢の最前列に発砲の煙と二つ引き両。ほらほら、スズメさん、カラスさん、じゃんじゃかじゃんじゃか撃ちまくって好きなだけ名をお上げなさい。ひゃっほーい、やったがらしたい、撃ちまくれー。たった200丁の鉄砲で数千の部隊を足止めできてるって、スズメたちすごいよね。気持ちいい。梅ちゃんってば、いくらなんでもそんなに撃ちまくったら玉薬が持たないよ。まだ戦も始まったばっかりなのに撃ちすぎだよ。これでいいのですわ。いや、よくないし。いいったらいいんですの。だからではお二人はハニーに会いたくありませんの？そりゃ会いたいけど、鉄砲を撃ちまくると健介様に会える。まったくもう、まだお気づきになりませんの？クロちゃんわかる？ごめん、私も梅ちゃんが何言ってるのかわかんない。だよね。頭の中がボタンの花で満開な人の考えなんてわかんないよね。まったく、相性筆頭のあなた方二人がそんな調子でどうするんですの？いや、そこ照れるところじゃないから。でも相性筆頭って響きがなんか良くない？それはちょっといいけど。パパーンって本当に遠慮なく撃ってるし。だって撃ちまくれっていう作戦だしね、
いてるってことは、すずめちゃんと梅ちゃんの悪ノリってだけじゃないんだ。で、一体何が言いたいの？マリさんですわ。マリちゃん？下山の命令が出た少し前から姿が見えませんの。あの方のことですもの。きっとハニーのところに行ったのですわ。ということは、どこかで私たちのことを狙って狙ってるわけないでしょ。なるほどね。さすがコロさんですわね。お気づきになりましたの？コロちゃんずるい。お頭はきっとこの戦いを止めたいって考えてると思う。だけど武田について言ったのはしのちゃんとしずく、あやなちゃんにかよちゃん、こなみちゃんだけ。ということは、戦力が欲しいって思うってこと？ご明察。今はカズハ様の指示でこうして先陣に立っていますけれど、ハニーがお戻りになれば副長の指示など聞く必要はありませんわ。それって公方様に逆らうってこと？それは私は愛に生きる女ですもの。公方様直々のご命令であろうとも、愛しいお方の頼みとあらばいくらでも保護にしてみせますわ。かっこいいパパン。まあそういうわけですから、さっさと玉薬を空っぽにしたことにして補給に下がりますわよ。すごい！梅ちゃんにしてはまともな考え。きっと一緒に考えてくれた人がいるんだよ。何かおっしゃいまして？お分かりになったのなら、コロさんは右の指揮をお願いいたしますわ。ヒヨさんは余分な玉と玉薬をさっさと勝たせてくださいまし。玉って空砲だけじゃ物足りないよねパパン。しかも玉薬も少なめだから打った感じも今一つなんだよねパパン。貴重なハニーのお昼代ですもの。本当に使い切る必要なんかありませんわ。そんなイノシシ武者のような真似、この私がするとお思いですの？なんですのその反応は。御大将、山から降りてきた武田の部隊がしんがりに置いといた荒川の隊とぶつかったっすよ。数が多そうなら北条と斎藤も出していいわ。適当に時間稼ぐように言っときなさい。もう言った。他のところもおおむね膠着状態に持ち込んでるわね。本当にこっちの読み通りね。向こうも読んでおったようじゃがな。いいのよ、戦っていうのはそうでなくっちゃ。本当にまあ楽しそうですな。それにしてもずいぶん派手に撃ってるわね。カズハ様が指揮取らなくて大丈夫なの？構わん。梅がうまくやる。どうせあれも足止めであろ。まあそうだから別にいいけど。別によくありませんよ。賑やかでいいじゃない。賑やかでいいじゃありません。あの一発がどのくらいするのか、あの子たち分かってるのかしら。秋子殿も苦労が絶えませんな。さてならもう少し陣を前に動かすわよ。前進前進っす。前進。もう本当にご苦労が絶えませんな。心中お察しいたしますぞ。長尾の家中は御大将を筆頭に戦いが大好きな子たちばかりですからね。まったくもう。お互い矢のごとき主に仕えると大変ですな。矢のような？一度放たれたら戻ってこない。確かに。それにしても長尾の殿様は一体どのあたりまで考えておられるのでしょうな。どのあたりとは？落としどころ、
ということですよ。さて、御大将は越後の竜とまで言われる英傑。愚昧な私には分かりかねますわ。秋子殿が愚昧などお戯れに過ぎますな。年相応に煮ても焼いても食えないくせに。年のことは言わないでください。それに食えないのはお互い様ではありませんか。何を驚いているのです、白々しい。いやはや、こう見えてもそれがしの座右の銘は真実一路にございますよ。二条では正直者がバカさえ見ずに走っておると評判になっていたほどですのに。その時点で一かけらの真実もないじゃありませんか。あははははは。何を狐とムジナでバカし合いをしておる。おや、これは狐の大将のお出ましではありませんか。余が狐の大将か。であれば賜物前がよいの。元能で粉々にして差し上げましょうか。まあよい。ユウ、あのボタンに何を吹き込んだ。はて、それがしにはとんと何しろこの戦が起きた事情すらも理解しておらぬありさまですからな。ミクと話しておったであろうが。あれでわかるならこのように思い悩んでなどおりませぬとも。それにこのようなところまで流れてきたなら、戦よりも心安らかに善光寺参りでもいたしたいところですが。それは後々にでもゆるりとすればよい。ミクの試しが終わればいくらでもできようって。試す？何を試すので？それもわからんのか。戦学被災の身でありますれば。よくもイケシャーシャーと舌が回るものですね。まあだからこそ幕府の大黒柱が務まるのかもしれませんが。簡単なことよ。メンツ、女の意地じゃ。はあ。なんじゃ、余は良いことを言ったつもりであるのに、随分と気のない返事じゃの。そんなくだらぬことで戦を起こすというのがいまいちわかりかねますからな。ミクも言うておったろうが、くだらぬことこそ命を懸けるに値するのだと。己の夫が見知らぬ女の尻に敷かれておるのだ。その尻の器量を己が認められるならば、互いに夫を尻に敷けばよいだろうが、器量なしの尻に敷かれる夫など見たくはなかろう。尻の器量を確かめるために戦を起こしたと？そういうことじゃ。まあ越後の竜とまで呼ばれる者の見定め方、尋常なものではなかろうがの。やれやれ。何にしても健介殿こそが騒動の種ということですか。天下無双のたらし者であるゆえな。はた迷惑な話です。して公方様は試さずに済ませてよろしいので？余はそこまで強量な妻ではないぞ。何せ公方じゃからな。強量な妻でないなら騒ぎを起こす正室仲間もお諌めいただきたいところですが。なんぞ言うたか？何も。ですがそれでもあれほどまでに自由に、そして楽しそうな御大将を見たのは初めてです。そういう意味では長尾の家臣一同、健介さんには感謝しております。感謝ですか。年相応の表情や言動が見られるようになったのですからそれは大変に嬉しいことでございますよ。ふむ、そこで見定めに走りなどせずに誇るのが主様の妻としての振る舞いよ。若くして家督を継いで越後を守り、関東管領として多くの豪族を守護し、周辺諸国から戦の天才と恐れられた少女のようやく訪れた年相応の春ということですか。詫びておりますな。詫び？ある意味ということですよ。はあ。
丸に帰郷と供養の旗が毘沙門天に止められていますね。粉雪とトトちゃんだね。助けに行く？向こう岸でも小競り合いが起きていますね。もう少し大回りしてから千曲川を渡りましょう。わかったです。それにしても前線の健介隊は随分と派手に鉄砲を撃っているようですね。二つ引き漁以外に旗は？やはり副将として前線に立つのは梅さんですか。ということは頭に血が上って幸福感に包まれながら鉄砲を撃っているとか？梅さんなら可能性はあるかなとは。すみません。しかし梅さんは越後では玉薬を節約した鉄砲隊の運用を研究していたはずなのですが。そうだ、はい、弾と玉薬を節約する策として空砲で相手を威嚇するという案がありまして、まだ実戦で試したことはないのですが。玉薬の量は調整が効きますから、健介隊ほどの連度があれば音の派手さに比べて玉薬の消費量は大幅に節約できているかと。おそらく梅さんもそれを狙って派手に動いているのでしょう。比嘉の距離は1丁ほどもあるそうですから、弾を入れていなくても誰も気づかないでしょう。それから程よいところで弾切れを装って撤退すれば。補給の時を狙って仕留めればいいです。あ、間違えたです。補給で交代した時に合流すればいいです。まあおそらくは誰か入れ知恵した者がいるのでしょうが。と梅さんの意外な采配ぶりに期待してみたいところではありますが、あくまでもこちらの想像、それにかけてみますか、健介様。さようですか。この辺りなら渡っても大丈夫そうですね。越後勢の遊撃の奇襲を受けても仕方ありませんし、今のうちに一気に渡ってしまいましょ了解だよ、お兄ちゃん。総員とか。梅さんの性格であればそろそろ弾が切れることにして後方へと下がる頃合いだと思います。ご主人様、篠様、向鶴の旗が自陣後方に下がっていくようです。長尾本陣の北側を通る様子。ご主人様？承知いたしました。小荷田隊の位置を確かめてから誘導のために一度そちらに戻ります。ねえ。ここからはどうするの、お兄ちゃん。
したね。光栄です。やってやるです。あ、そうです。じゃあ、やらないけどやってやるです。それにしても凄まじい鉄砲の音ですね。あれは確かに異能集団と呼ぶにふさわしい戦いぶりです。旗は二つ引き領と向かい鶴。向かい鶴は分かりませんが、まさか足利家が先陣を切るとは思いませんでした。ただいま戻り申した。お帰りなさいませ。状況は？今のところは大きな被害は出ておらん。突っ込んでおれば危ないところであったが、最初からこちらも受け止めるつもりでいたからな。そうですか。なら何よりです。夕霧は？天球様は引き続き前衛の指揮を取っておられます。説は矢の補給と報告に。凄まじい鉄砲ですね。ああ、あの健介隊という連中、厄介極まりないな。矢戦だからまだマシだが、ああも鉄砲を乱射されては兵も馬も怯えて近寄ろうとせん。安くはありませんが、備える価値はある武器ということですか。10丁20丁では思いもつかん使い方だな。あれは数頼みの戦術だ。親方様、夫殿は？まだ。多分今は待つべき時でしょうな。あの健介隊に薫様と一緒になって突っ込んでくるのではないかとヒヤヒヤしておりましたが、他の地域は？トドちゃんとコナちゃんは越後勢に足止めを受けています。かなりの大軍のようで苦戦している様子。あやつらも兵は揃えておったろうに。帰ったら仕置きだな。他のところも散発的な小競り合いが続いているといった感じですが、ほとんどが睨み合いや矢戦のようですね。むしろ商用研修が心配ですな。80の手勢でうまく切り抜けられればよいが。きっとうまくやる。ふむ。おう。ではいつまでも天球様にお任せするわけにも参りませんので、説は戦に戻ります。戦い方は引き続きこのままでよろしいか？矢戦で。ただしいつでも受け止められるように。ふむ。動きがおかしい。確かに突撃の戦力を用意していながらも足を止めての鉄砲と矢戦、いつもの越後の動きではありませんな。おかしいのはこちらも同じではありますが、それに合わせてくれているということでしょうか。見極めようとしてる。油断すれば刺しに来ると？試しだからこそミクは容赦しない。こちらも必殺の心構えで挑めばよいのですな。それこそ望むところ。どうかなさいましたか？音が止んだ。確かに鉄砲の音が止まりましたね。急ぎ戻りまする。嫌な予感がする。任せる。ただし健介隊は？向こうから挑んでこぬ限りこちらから噛みつきはいたしませぬ。ご安心召されよ。鉄砲の音が止んだの。御大将、健介隊玉薬切れで一度下がるってことらしいっす。そう。あんなに玉薬も持たせていたのに、健介隊の攻撃部門を健介さんが使わなかったのもわかる気がします。何しろ今日は他人のおぜぜで戦ができますからな。振る舞いも自然と景気よくなろうというもので。で、代わりに誰を出すんすか？そうね。アキコ？くすん、なんでしょう。そろそろアキコの式が見たいな。私に本陣を離れろと？まさか御大将。私がいるところが本陣って言うなら、
もうすぐここは本陣じゃなくなるしね。はあ、また悪い癖が。まあどっちにしても武田の前衛をうまく野戦でいなせる指揮官なんてそんなにいないでしょうち。なんすか？なんでこっち見てため息つくんすか？わかってるくせに。仕方ありませんね。まあ隙を見せたら遠慮なく噛みついていいからね。大事な越後の兵を尻比べごときで失ってたまるものですか。抑えきってみせますよ。できればちょっとずつでいいから相手を本陣から引き離しておいて。相変わらず無理ばかりおっしゃる。お手並み拝見。本当はあなたたちの仕事なんですからね。よく見てらっしゃい。いってらっしゃいっす。本当に苦労人ですな、秋子殿は。お主は楽な主でよかったの？なんじゃ、なぜ黙っておる？さてと、それじゃあ私も出るわね。ついてきなさい、ザクロ。はいっすー。待つわ。あとは任せる。任された。ほう、大将自ら出陣か。狙いは？そんなの当然。光の首、ただ一つよ。言ってしまわれましたな。ではヨラも動くか。ユウもともせい。はあ、よろしいですかな、松葉殿。お好きに。ひょ、本当によろしいので？空坊様のことは御大将から聞いてない。松葉はここを守るだけ。なるほど、見上げた忠義よ。ではお三方が出た後にこちらも出るといたしましょうか。ご主人様。後方まで撤退し、小荷田隊から分離した補給部隊から補充を受けている最中のようでした。もう一度先行して先に接触いたしましょうか。承知。カオルたちはどうするの？わかった。周りだけ警戒させとくね。今のところは順調ですが、問題はその後ですね。そのまま長尾の本陣に突入して、狙うは大将首です。大将首取らないです。そうです。戦場なら当たり前なのです。健介様。どうかなさいましたか？よーしかよ。健介隊と合流したら次は大将首なのです。そうだね。どっちが取れるか競争よ。じゃあ何を狙うです？そうでした。ほら、あやな。えへへ。あやな、戦場の匂いを嗅ぐと頭が沸騰してくるです。はい。です。
オさん、コロさん、補給は終わりましたの？今やってる最中だよ。まあ玉薬も実際はほとんど使ってないから補充するのは嫌がほとんどだけど。でしたら必要な分だけ補給してさっさと離脱してしまいましょう。お頭が来るのを待たないの？健介様のことだから西女さんの奇襲部隊に混じってると思うけど、戦場を大回りしてくるにしても多分もうすぐだよ。このままでは補給部隊やそちらの護衛と鉢合わせになってしまいますもの。ああ、そっか。兵のみんなには？もちろん全て説明してありますわ。あとはハニーがお戻りになるのを待つだけです。そういう女才ないところはさすがだね。南近江の神童と呼ばれていた私にとってはこれぐらい当然ですわ。その神童さんがどうしてこんなボタンさんに。何かおっしゃいまして？なんでもないです。それじゃ私は火を手伝ってくるね。では私は今のうちにご飯をいただいておきますわ。食べ過ぎないようにね。もちろんですわ。ご主人様、健介隊、長尾勢の補給部隊から離脱しました。周囲には長尾勢はおらず、健介隊が孤立している状態です。ならば好機は今かと。健介様、我々は遅れて合流します。速さのあるものだけで先行くださいませ。大丈夫です。臨機応変の対応が必要ですから同行しておりましたが、元来私が足手まといなのは理解しております。カオルちゃんが少数ですが護衛を割いてくれましたから心配しないでください。すぐに合流します。当たり前のことをしただけだよ。マリちゃん、ここからは健介様ではなく私の馬を使ってください。私はシノの後ろに乗せてもらいます。ありがとなの、しずく。いよいよ健介隊に合流ですね。腕が鳴るです。わかってるですよ。了解だよ、お兄ちゃん。源氏の同族大中黒新田一つ引きの旗を掲げよう。我らが兄上の願いに応えんがため、これより突撃を開始する。進めどうしましたの？補給が終わって補給部隊とも離れたけど、これからどうするの？どうもしませんわ。しばらく孤立したままその辺をブラブラしていましょう。長尾勢から怒られない？ヒヨさんもコロさんもお弁当を使っていないでしょ。前衛の打ち合いにはアキコさんが出てくださっているようですし、お弁当を使う間くらい休んでも罰は当たりませんわ。それはそうだろうけど。このお弁当おいしい。やっぱりエチゴのご飯は最高だね。ほら、ヤタガラス隊のお二人の方がよほどしっかりしていますわよ。まったくもう。でしたら適当に時間を稼ぎます？どうやって？それはそうですわね。スズメさんを裸にひんむいて狼藉者が侵入したとか。やだよスズメ、裸になんてなりたくない。いや、それはさすがに乱暴じゃない？っていうか考え方が健介様に似てきてるよ。ハニーに似てきたなら悔しくもなんともありませんわ。それに文句があるのでしたらコロさんが代案をお出しになってくださいまし。いざ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 。だったらおめちゃんを裸にして。
でこの私が裸にならなければなりませんの？じゃあお姉ちゃんが裸踊りする？ものすごく嫌がってますわね。へえ、別に減るもんじゃないし。嘘、冗談だってば。そんなに怒らないでよ、お姉ちゃん。お弁当美味しい。なんでそこで一人だけお弁当を使ってますの、ひよさん。あんをお出しになって。じゃあ、いっそみんなで裸になるとか。どうしてダイアンが全て裸絡みなんですの？どうかしたの？カラスちゃん。空を指さして何だというのです？違うよ。お姉ちゃんは耳を澄ませって言ってるの。よくわかりますわね。耳を澄ます？何か聞こえますわね。なんだろう。地滑り？ちょっとヒヨ、怖いこと言わないでよ。でもドドドドドって言ってるよ。ほんとだ。どうしよう。あれは敵部隊？違うよ。あの旗、大中黒に行った一つ引き。ということは、大変でしたよ。だってカズハ様とミク様と梅ちゃんですよ。しかもケンスケ様は武田方に着いたって噂だったし、コナミちゃんとは連絡取れなくなっちゃうし、マリちゃんもいなくなっちゃうし。ハニー。こんな時のための備えですもの。いろいろと準備した甲斐があったというものですわ。お帰りなさいまし。ハニーのその一言で今までの観南シンクが吹き飛びましたわ。ヒヨ、コロ、ただいまなの。マリちゃん、やっぱりお頭と合流してたんだ。うん。ケンスケを探しに出たらコナミちゃんが手伝ってくれたの。コナミちゃんが？うん。それにね、ひかりちゃんが駿河を取り戻すのを手伝ってくれるんだって。ひかりちゃん？武田晴信様のことですか？もうマリちゃんもお会いに？お待たせしました。お帰りなさいまし。しのさん、しずくさん。梅さんもお疲れ様でした。空砲の件、うまくいったようですね。ええ、しずくさんの意見あってこそですわ。さて、感動の再会は心にしておきましょう。ヒヨ、コロ、カズハ様はいずこに？今は長尾の本陣にいらっしゃるはずですわ。では、すぐに動きましょう。おそらくは、長尾本陣もこちらの動きを把握しているはず。今の私たちにとって、時は甲州金よりも貴重です。
構わないも何も、健介隊は元よりハニーの隊ですわ。いかようにも。呼んだお兄ちゃん。ああ、お頭、この子は武田逍遥剣薫って言います。春信様の妹君というと、よくわからない松前の、よくわからない？健介様、春信様とも。それはまあ、ハニーならいつものことですから構いませんけれど。ああ、また声敵が増えました。しかも、私たちより身分の高い人ばっかりだね。ですが、ハニーは今までと変わりはないのでしょ？なら、十分ですわ。よっ、さすが天下ごめんの女たらし。開き直った。では健介様、ここからは予定通り長尾本陣を吸収して。ミク様の首を。ちょっと健介様。ですよね、びっくりした。わかってるですよ。任せるです。お任せくださいまし。よろしくお願いいたしますわ、薫様。そんなにかしこまらないでいいよ。よろしくね。では薫さん、改めてよろしくお願いいたします。よろしくね、梅さん。では健介隊、改めて出陣ですわ。